こんにちは。お元気ですか？今日は9月23日火曜日、秋分の日で祝日みたいですね。もう秋を分ける日ということで、やっとね、夏が終わったなっていう感じですね。暦の上でも。もう本当に最近過ごしやすくなってきてね、エアコンがもういらないなっていう感じになってきました。扇風機とかでね、ちょっと風を受けたいみたいな感じはあるけどね、なんか暑いからっていうより単純に風に吹かれるのが気持ちいいからっていうくらいで、本当にうだるような暑さっていうのが過ぎ去ってね、ほっとしてるところでございます。前もちらっと言ったけど、夏の疲れってね、結構秋に出るっていう風に言われてたりするので、今ね、ちょっと夏溜まった疲れとかね、いろいろ食欲が落ちたりとかね、あとはちょっと暑すぎて睡眠がちょっとあれだったなとかいう方はね、今メンテナンスの時期としてね、心地よい気温で心地よく過ごしながら、早寝を心がけたりとか、ストレッチしたりとか、消化にいいものを食べたりとか、ちょっとね回復させる時期かなっていうふうに思ってもいいかもしれないですね。なんかね、夏の間って食欲が落ちるっていうかね、私は食欲がないっていうよりもね、バカ食い、もうとにかくバカすか食べちゃうっていうね、それを抑えられるというかね、そういう感じなくらいなので、お菓子とかをガツガツ食うっていうのを抑えることができるっていう感じなんですよね。だからね、夏の間はね、ちょこちょこお菓子っていうのは食べてるんですよ。食べてるんですけれども、大量にバカスカ食べるっていうことがなかったので、やっぱりね、他の季節に比べると、そういう全体的な食事量っていうのはちょっと減ってると思うんですよね。いや、思うんですよねっていうか、絶対ちょっと減ってるはず。食欲がないってほどじゃないので、普通には食べてるんですけどもね、余剰に食べてる分が減ってるっていう感じですね。だからね、夏っていうのはね、自然にちょっと体重もね、落ちる時期なんですけれども、今48歳なんですけど、やっぱね、年々この夏に痩せるっていうのがなくなってきたなっていうのは感じてます。もちろんね、冬とかに比べれば太りきっちゃったのがそこでストップしたりとか、若干ほんのちょっとだけ体型が戻るっていうのはあるんですけども、ちゃんと太ってない状態までストンと戻るっていうのがないというかね。っていうのも、若い頃とかだったらね、例えば今年の夏、2025年の今年の夏くらいの食事量で過ごしてたら、私が20代とか、もしくは30代前半とかね、それくらいの若い頃だったら絶対もっとお腹とか引っ込んでたはずっていう感覚があるんですよ。今くらいの夏の食事量だったら、多分例えば20年前の28歳の私だったらお腹とかもっとスッとしてて、例えば冬とかちょっと太っちゃったなっていうのもスッと戻って、通常の体型に戻ってたろうなっていうぐらいの食事量感覚だったんですね。でも48歳の今、特別太るような食事をしてなくても、下腹部ね、お腹とか、腰回りですよね。だからその辺太ももとかお尻とか、だから前お腹とかね、その辺がね、やっぱね、全然食べてなくても、余剰に食べてなくても肉が落ちない、太ってる、厚みがある。やっぱりね、もうこれが中高年のデフォルトなんだろうなって思いました。このお腹がちょっと出ちゃってて、腰回りもなんとなく肉付きがほわんとしてて、太ももも名前の通りちゃんとブヨブヨしててっていう風にね、ちょっと肉付きが厚みがあるっていうかね、全体的にそういうのが本当中高年のデフォルトなんだな。それがいわゆる健康体というかね、正常な形、子型なんだろうなっていうふうに思いました。
だからよくね、YouTube とかインスタとかでね、この40代とか50代とかのね、トレーニーの女の人とかがね、こう自分のトレーニングの様子とかね、あとはこの体型とかねをこう写真とか動画でアップしてて、こういわゆるダイエット記録とかね、ボディメイク記録みたいのをして出してるのとか見ると、こうすごいな、アラフィフとかでこんな引き締まったお腹全然出っ張りなくて、なんてすごいんだって思うけれども、あれは本当にデフォルトじゃなくてプラスアルファのボディを本当にメイクした状態で状態なんだなって思いました。だから普通に生きてたらあれは普通じゃないんですよ。ちゃんと食事とかも正しく食べて、余計なもの食べてなくても、もちろんね、体質的に痩せ体質の人とかもいるから、そういう人は細いかもしれないですけども、平均的な人だったら普通にね、特別不節制してなくてもお腹は出てるし、腰回りは厚みが出るしね、そういうのがきっと正常なというかね、正しい体型、正しいなんだろうなって思いました。だからね、本当40代過ぎて50代とかね、それ以上になってくると、もうね、いわゆるこうお腹が出ていませんとか、こうスタイルがいい何をもってスタイルがいいっていうのか分かんないですけど、そうだな、お腹がとにかく出っ張ってないとかいう人は不自然にって言ったらネガティブな言葉になっちゃうんですけど、不自然にこうそこに働きかけて、その体型を自分で自ら作っているっていう感じなんだろうなっていうふうに思いましたちょっとこれ言い訳になっちゃうんです。言い訳でもなってもいいんだけど、暑くなくなってきた最近ね、ついついね、うっかり食べ物を食べ過ぎちゃったりしますよね。食欲の秋なんていうね、そういうちょうどいい言葉がありますので昨日ね、羊羹をね一竿食べちゃったんですよ。一竿って分かりますよね。この文鎮みたいな、太い文鎮みたいな、なんていうの、包丁研ぎの石みたいなさ、ますます分かんないか、若い方は分かんないですよね。若くなくても私くらいの年齢でもあまり包丁研ぎの石とか普段見る人いないと思うんですけど、ブロックですね。ブロック型の一竿羊羹を買ってたんですけども、それをね、1週間くらいで食べようと思ってたんですけど、ついついね、開けたらね、一竿食べちゃいました。文鎮みたいなやつって思いましたね。本当にやっぱ私は1週間に分けて食べようとかね、そういう大きめなのを買っちゃダメだなと思って、これからもね、一口羊羹をね、ちょこちょこ毎日買っていくっていう生活にしなきゃダメだなって思いました。そういう羊羹一竿とか、あとはお菓子だったらファミリーパックとかね、ファミリーじゃないのにね一人で全部食べちゃうから、しかも小分けにじゃなくて一度開けたら一気に食べちゃうから、アイスとかもね、コンビニで1個ずつ買うと割高かなとか思ってファミリーパックの6、7本入ってるやつとか買ったりとかしますけど、結局それ開けたら1回で一気に食べちゃうから、6本とか7本食べ過ぎっていうのもあるし、結局1回でそんだけ食べちゃうってことはお金もねそれでかかっちゃってるってことになるので、やっぱりね、コンビニが割高とはいえ1回それしか買って帰らないっていうのが結果的にお金かかってないし、食べ過ぎの抑止になってるので、やっぱり私はファミリーパックでは生きていけないタイプの人間なんだなっていうふうに思いましたちょっとね、罪悪感がやっぱありました。一竿食べた後ね、太っちゃうっていうのもあるかもしれないけど、それ以上に私もう絶対今血糖値スパイク起こしてると思って、
私の血管を傷つけてしまうとかね、いろいろそういう健康面の方がねちょっとね不安になりましたけれども、ただね血糖値がぐわーって上がる感じはね正直ねちょっと気持ちいいんですよ。だからねちょっとそれもやっぱ中毒なんですよね。砂糖中毒ね。そうそう、だからねそれを繰り返しちゃうと、その中毒って中毒性ますからね、気をつけなきゃなって思ったりとかしました。けど甘いものが大好きなんですよね。YouTube とかでもねこう大食いの人のねモッパンとかね見るのを好きでね、あんま見ないようにしようと思いつつね、こうついダラダラああいうの見ちゃうから見ないようにしようと思いつつついね見ちゃうんですよ。そうするとねこの人たちの体どうなってんだっていうか大丈夫なのかなっていうのは思いますね。こんなに今血糖値スパイクどころじゃないよね、この量のこのチョコレートとかケーキとかすごい大量に一気に食べるじゃないですか。体調とか本当に大丈夫なんだろうかって思いますけども、まあなんだろう、この YouTube のモッパンとかが流行りだしたのもまあ多くなりだしたら2016年ぐらいとかかなから徐々に増えてきた印象なんですけども、だからこのモッパンとかをやってて長い人でも5年ぐらいの人が多いんじゃないかなって思うんですよね。ちょっと待って、私今自分が言った計算に合ってないね。2016年から始めたんだったら長い人だったら9年とか8年とか経ってるけど、どうなんだろうな。でもやっぱり2000年くらい2000年じゃない2020年くらいに始めた人も結構いるかな。まだチャンネルが3年以内とかね5年以内の人が多いような気がするので、そうすると大食いを5年間ぐらい続けての体調とかねどうなんかなっていうふうに思ったりとかしますね。ただその人によってはね結構それ以外の普段の食事をすごい節制してるとかね、すごいジムにめっちゃ通ってるとかね、そういう人とかもいるみたいで、ちゃんとねそういうのを動画にしてちゃんと上げてくれてる方とかもいるんでね、そうやってすごいその分すごくストイックに体調管理をその他の部分でねしている、足し算引き算をしているというね、そういう人もいるんだろうなって思います。逆にね全然運動とかしてませんとかね特別何もしてませんみたいなことを動画内で言ってる人とかもいますけれども、本当のところはどうなのかわからないし、あとは本当に体質っていうのはね人それぞれだと思うんですよ。その個体差っていうのがねすごく大きいと思うので、だから本当に一部の人の中ではすっごい食べても全然健康な人っていうのもいるのかもしれないなっていうふうに思ったりとかしますね。そんな感じで秋になってきたのでちょっとねつい甘いものとか食べ過ぎちゃうのとかね、一回この歯止めが効かなくなるというかね、何かを一回突破しちゃうとそこから習慣のようにね当たり前のように毎日大量に食べるとかついしちゃうのでね、ちょっとねそれが癖になる前に自制したいなって思います。もちろんね少量を毎日ちょっとずつお菓子を楽しむとかそういうのはね全然娯楽だからいいので、本当に健康に関わってくるくらいの大量を一度にいっぱい食べちゃうとかね、そういうのはやめたいなって思いますね。甘いものとかあと生クリームとかね、そういうのは私大量に食べても気持ち悪くならない体質なんですよね。だから本当大量にお菓子とかいっぱい食べて食を楽しめるっていうね体でもある反面、気持ち悪くならないせいでいつまででも食べれちゃうっていうのはねちょっと気をつけなきゃなっていうふうに思ったりしました。そんな感じで、そうだな、あとはね最近思ったのはね私は現在48歳ですけれども、私やっぱり今更年期の症状が体に出始めてるんだなっていうのをねここ1年くらいは
どうなんだろう、これ更年期なのかな、違うのかなっていうぐらいでちょっと分かんなかったんですけども、この夏ね、やっぱり私今更年期の症状ちょっと出てきてるんだわっていうのをね、実感しました。っていうのもね、いわゆるほてりっていうやつですね。こう熱が体にこもって、人によってはよく言うホットフラッシュとかでね、こうカーッと熱くなってこう上半身とかがね、こう汗が止まらないとかね、ほてりとかホットフラッシュってそういうイメージだったんですけども、私が今体感で感じているのは逆に汗全然出てないんですよ。出てなくて、こう肌の内側に熱がこもってて、熱がうまく放出できてないっていう感じのほてりっていうよりね、なんかこう暑さ、熱がこもる、熱が体内にこもってるこう居心地の悪さとかいうか、なんかそういうのを感じてますね。だから首とかね、こう触るとこうすごい結構熱くなってて、熱が放出されてないのかなとかね、こう首とかね、大きい血管が肌の近くを通ってるところなので、ここからこうね、熱が放出されたりしないのかなとか、あとね、お腹をこう触ってみると、昔はね、若い頃とかはね、こうひんやりしてたんですよ。真夏とか体の他の部分が汗をかいてる時とかでも結構お腹はひんやりしてて、なんかね、自分でもシャチみたいだなぁなんて思ったりしてたんですよ。まあ実際シャチ私触ったことないんでわかんないんですけど、イメージ的にこう水の中にいるシャチとかちょっとこうパッて触ったらこうツルツルしてて、こうひんやりしてそうじゃないですか。なんかね、自分のお腹触った時そういう印象だったんですよね。こう真夏でも他の部分は汗かいてるのに、お腹の部分はお腹もねちょっと汗かいてる時とかでもひんやりしてたんだけど、今年の夏とかお腹触るとね、暑いんですよね。暑いっていうかすんごい暑いわけじゃなくて、結構熱がひんやりしてなくて熱があるから、あれと思って、これも私の体がこう熱がこもってる状態で、この熱の放出がねうまくいってないのかな。これがいわゆるこう自律神経の乱れによる体温調節が若干バグってるっていう症状が、私の体質的にはこういう形で出たのかななんて思ったりとかしましたね。だからそれがすっごい辛いっていうほどでもないんですけれども、もしかしたらね、こういう体温調節がうまくいかないとか、こうちょこちょこっとした小さいことの積み重ねがいろんな体でこう起きてて、いわゆるこう体がね、この若い頃からこう更年期の次のもう閉経を迎えて、この次の段階に行くっていうフェーズがこう変わる、本当更新するっていう更年期っていう時期でのこの体が変わっていく際の、うまくこう体がこう変化に応じれてないバグの部分っていうのがちょこちょこあったりとかして、それがいわゆる不定収束みたいのにつながってるかもなっていうのは思いましたね。こうすっごいこう分かりやすくこれは更年期だって分かるほどじゃないんですけど、なんか疲れたなとか、ちょっと貧血だなとか、暑いホテルはとか、そういうのがホテルはってほどじゃないんだけど、私の場合はそういうのが単純に体調が悪いのか単純に疲れなのかじゃなくて、もしかしたらこの更年期っていう体がこの変化する更新する時期に応じて起こるこう体のバグだったりする可能性もある。絶対一部はそういうのはあると思うんですけども、そういうのはあるだろうなって思ったりとかしました。で、今のところ私のホテルもなんかこう体が熱が体にこもって、なんかちょっと心地が良くないなというか変な暑さだなっていうくらいで、汗が出たりとかしないのはなんだろう、メイクが落ちるとかね、そういうのがないから、それはこのままだったらいいなっていうのは思いますね。あと汗を大量にかいちゃったりとかするとやっぱメイクが崩れるし、こういつもこう汗を拭ってたりとかするのもちょっとこう人前だと気になるじゃないですか。
だから今のところ私はそういう症状ではなくて、なんか熱がこもるっていう方向で来てるので、まあそれはそういうのは特には困らないタイプの症状には出てるのはいいかなっていうふうに思いましたね。まあただこの先どうなるかは分かんないですけど、まあそんなことをね感じたりとかしましたね。だから去年の夏とかよりもこうちょっとさらに熱が体にこもるなっていうのは感じてるので、ちょっとずつ更年期っていうのがね今真っ盛りなのかなっていうふうに思いました。まあ私くらいの症状で真っ盛りなんだったら全然こう御の字というかね、まだいい方なのかなって思いますけど、本当にね人によってはもう寝たきりで起き上がれないとかね、そういう方もいらっしゃるみたいなんでね、本当にこれもね人それぞれだろうなって思います。まあ、更年期の一番こうピーク、更年期というか更年期症状ねのピークというのは、なんかのネットかなんかで見たけど、この閉経の前2年と後ろ1年くらいがまあピークと言われてるらしいんですね。で、私自分の体感覚で生理が乱れてる感じっていうのを感じると、まあ来年あたりね閉経迎えてもおかしくないんじゃないかなって思ったりとかしますね。来年もしくは再来年くらいだから、49歳か50歳くらいで閉経を迎えてもおかしくないなって思ってるので、そう考えるとその閉経の前2年がまさに今になってるわけで、まあ今ぐらいがねその更年期症状のピークなんだとしたら、まあ、これくらいで済んでくれてるのはありがたいかなっていうふうに思いますね。あとね、今私は完全在宅でもう自分一人で仕事をしているので、メイクすることもなければ人に会うこともないので、そういう意味ではね、こうなんか暑いわとか、なんかこうだるいわとか、なんかそういう時はね、こう人の目を気にせずにね、もうその時自分でできる限りの対処ができるっていうのはね、いいかなっていうふうに思ったりとかしましたね。なんかねついねこう喋ってる内容がこう自分の年齢のこととかね体調のこととかね、ついねそういうのが多くなってしまうんですよね。というより喋るネタがないんですよね。私本当に毎日誰にも会ってないので、自分一人でいるので人と喋ってないし会ってもいないので、スーパーに行ってレジの人とクレジットカードでお願いしますって喋ることしか喋ってないので、本当にネタがなくて自分のことばっかりになっちゃうんですけど、特にね去年の10月いっぱいでそれまで通ってたスポーツジムも辞めたんですよ。だからもうすぐ1年経つんですけども、それまではね週に 1,2 回くらい通って、その時にやっぱ人となんだかんだでちょこっと話したりとかするので、人と会話する機会があったんですけども、ここ1年弱ぐらいはジムにも行かなくなったってことは、本当に完全に一人喋ることがなかったので、そういう意味ではね大丈夫か私っていうのはありますね。なんかしらでちょっとそろそろ私もお家のこの部屋からねちょっとずつ出たいなっていうふうには思っているところです。ちょっと1年くらいだったらね本当に完全な引きこもりでもどうにかなるとは思うんだけど、それよりちょっと引きこもりが続いてしまうと、この人と会ってないとかそういうのでこう脳みそも衰えそうだし、ちょっとやばいなっていうね。あとこの人生あと50年くらい生きるんだとしたら長生きすること前提なんですけど、50年くらい生きるんだとしたら、ずっと一人で生きてたらね、やっぱどうせだったらこういい感情、楽しいなとか美味しいなとかなんかみたいなこういろんな面白い感情を味わってから召されたいので、私はそれを考えるとね、一人よりやっぱりちょっと人間と関わった方がこうすごくいろんな体験が立体的になってくるんでね、
平面的ではなく。なのでちょっとやっぱりそろそろ外に出るっていうのをね、ちょっとずつ始めたいなって思います。最初はね、ほんと一人で外出するとかそれでいいと思うんですよ。人に会わなくても別に一人で外に出て外出するとかね。ここ数年はね、ちょっと私の体調とかメンタルとかね、いろいろちょっと休まなきゃっていうのもあって、こうやって引きこもってて、逆に引きこもってること自体が私がこの安全地帯でね、誰もいない一人の安全地帯で休めたっていう感じで、もちろんこれは必要な休憩、人生のお休み期間だったと思ってるんで、全然これは丸というかね OK なんですけども、ちょっとずつね、私も本当にちょっとずつですよね。もう4年くらいかけて結構普通になってきたので、今度はねリハビリとしてちょっとずつ外に出るっていうのをねしていきたいなって思ってますね。でもう髪の毛とかもね、ちょっと無法地帯で、もうここ1年くらいで白髪とかすごい増えたんだけどね、髪も染めてないし伸びっぱなしだし、ちょっとねスーパーとかコンビニくらいだったらまだいいけど、ちょっと人様に会うのにはちょっとみすぼらしすぎるというかね、ちょっと適当すぎるっていう髪型なので、ちょっとね今週中ぐらいに美容院に行ってこようかなと思います。で久々に髪染めようかなと。もう私髪染めたのが2023年の年末の美容院だったので、だからもう2年弱ぐらいね髪の毛染めてなくて、もうね私の髪の毛ほぼ毛先の1センチぐらいその2年弱前に染めたのが残ってるくらいで、もう全部地毛なんですよね。黒髪の地毛にね、もうここ1年ぐらいで急激に白髪が増えたんでね、見た目的にねちょっと大丈夫私っていう感じなので、ちょっと一回ちょっと見た目を整えて、美容院に行ってね、ちなみに髪を染めるときは白髪は染めずに黒髪を染めるっていう感じでやりたいと思います。別にね白髪別に染まってなくていいやってちょっと思ってるんで、その白髪とねこう馴染みがいいくらいの色にできたらいいかなと思って、黒髪をね、今の地毛のまんまの黒髪だと本当に真っ黒で、その黒もね、なんて言うんだろう、青みがかったいわゆる墨汁みたいな色って言ったらわかるかな、同じ黒の中でもね、なんかそういう色なので、日本人の典型的な黒い髪なので、なんかねこう白髪が妙に悪目立ちするんですよね。だからそのベースのこの髪色をちょっと変えるっていうくらいでいいかなと思って、そんなに明るくする必要はないと思うので、自然な色にできたらいいななんて思ったりとかしてますね。そんな感じの秋分の日でございました。それではまた。